谷川の48分の1スケールでメッサーシュミット BF109E47 の仮組みを行うのだ。E 型ですね。いわゆるエミールと呼ばれるタイプですね。そうなのだ。今回の E47 型なんだけど、実は少しややこしい表記なのだ。ややこしい。 E4 と E7 は基本的に同じ機体で、違いは増装を装備できるかどうかなのだ。つまり E7 が増装対応型ということですね。その通りなのだ。だから E47 という表記は E4 ベースなんだけど、増装を吊るせる E7 にも対応しているといったイメージになるのだ。見た目ではあまり違いがわからないタイプですね。外見上の差はほとんどないので、装備やマーキングで再現するタイプなのだ。作りたいマーキングに沿えば問題なしね。この E 型は北はノルウェー、西はバトルオブブリテン、南は北アフリカと幅広い戦線で運用されていて、後継の BF109F が登場するまでルフトバッフェの主力戦闘機として活躍したのだ。まさに主力機ですね。このチャンネルでもこれまでにいくつか取り上げていますよね。そうなのだ。長谷川9番の72分の1スケールやバンダイの24分の1スケールでも紹介しているのだ。初期型の角張ったデザインが好きなので、他にもいくつか積んでいるのだ。72分の1スケールだと長谷川の AP 体も少し触れていましたね。他にもタミヤの72分の1オーバードコレクションや48分の1の傑作機シリーズ、それとエアフィックス OEM の24分の1スケール LL 版も積んでいるのだ。24分の1スケールも複数あるんですね。それだけ好きな機体ということなのだ。ところで今回の長谷川版はいつ頃発売されたキットなんですか？初版は1988年なのだ。同時に複数バリエーションが展開されていて、 E3 型、今回の E47 型、砂漠仕様の E47 トロップ、そしてガーランド機といったラインナップだったのだ。いきなり複数のバリエーションを揃えてきたわけですね。そうなのだ。ただガーランド機のマーキングは少し特殊で、機種にあのキャラクターが描かれているのだ。いわゆる超有名なネズミですね。最近もガーランドのフィギュア付きで再販されている有名なマーキングなのだ。当時国内メーカーから E 型って他に出ていました？有名どころだと日モがあるのだ。このキットは丸三時代の金型を引き継いだものなのだ。スケールがちょっと特殊でしたよね。そうなのだ。表記は50分の1スケールなんだけど、モノグラムをコピーしたと言われていて、実際には48分の1スケールとされているのだ。まあ48分の1スケールをコピーしてるんですからね。丸三時代は50分の1スケールとして販売されていたので、そのあたりも時代を感じるポイントなのだ。となるとこの長谷川版は国内メーカーとしては48分の1スケールで本格的なエミールを展開したキットの一つと言えるのだ。さすが飛行機の長谷川。この後タミヤからも同スケールで E 型が発売されるので、そちらが決定版的な位置になっていく流れなのだ。海外メーカーだとどうでしょう？近年だとエデュアルドなどが精密キットを出しているので、ディテールや再現度ではそちらが上になるのだ。ただこの長谷川版は設計がシンプルでパーツ数も抑えられているので、組みやすさという点では今でも十分魅力があるキットなのだ。作りやすさを取るか精密さを取るかという感じですね。そういうことなのだ。そこも含めて実際のキット内容を仮組みで確認していこうと思うのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは遥か上空を飛行中の BF109E4 なのだ。マーキングからするとバトルオブブリテンの頃かしら。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、エッジングパーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、塗装図が入っているのだ。マーキングは4種類あるのだ。第2戦闘航空団、第1飛行隊でヘルムートビック少佐機、第26戦闘航空団、第7中隊でヨアヒム・ミュンヘベルブ中尉、第77戦闘航空団、第4中隊所属機、日本陸軍航空隊で鏡原飛行場となる。最後は日本陸軍機なんですね。そうそう。ファインモールドや長谷川からも特別マーキング仕様で販売されてるので有名なマーキングですね。今回は明記されてませんでしたが、最近だと E7 とすることが多いですね。ドイツ戦闘機は意外と輸入されてるのだ。有名なところだとハインケル 100D とハインケル112を日本海軍、 BF109E7 と FW190A を日本陸軍が試験輸入しているのだ。なるほどね。
部品点数は全部で65点なのだ。48分の1スケールとしては部品数は普通ですね。では長谷川の48分の1スケール BF109E47 の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で11パーツ。操縦席床に座席、計器パネル、操縦桿、操縦席の左右の壁となる。結構細かい作りですね。そうなのだ。パイロットはついてませんね。ある程度のディテールがあるから大丈夫かな。次はプロペラね。プロペラは全部で4パーツ構成。一体成形の3枚プロペラにスピナーの前後で挟み込む。スピナーはマーキングによって選択式となるのね。そうなのだ。次はオイルクーラーかしら。オイルクーラーは内部を作り込むのだ。エッチングパーツ含め2パーツ構成となる。最後はエアインテークね。エアインテークは全部で2パーツ構成。今は接着して終了なのだ。出来上がりはこんな感じね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席とオイルクーラーを挟んで接着するのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。薄めながらくっきりとしたモールドなのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で9パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。この時に排気フラップを挟み込むのだ。その他に前円スラットとフラップが別パーツとなるわけね。そうなのだ。両方とも展開状態を選ぶことができるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。胴体同様にくっきりとしたモールドなのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。尾翼は支えがありますね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは3ピースとなるので操縦席の開閉選択ができる。キャノピー内部に仕込む部品もありますね。エッチングで作るヘッドレストとなるのだ。その他にもマーキングによっては防弾ガラスをつけるみたいなのだ。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。次は尾輪ね。尾輪は胴体と一体となってるのだ。折らずにこれたわけね。最後は細かいパーツとなるのだ。まずは胴体上部にアンテナを配置ね。機首の左にさっき作ったエアインテークをつける。左右の主翼下にマスバランスも取り付けるのね。左主翼には気筒管もつけるのだ。左右胴体下には増装下爆弾もつけるのね。これは選んだ型式で違ってくるのだ。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の48分の1スケールメッサーシュミット BF109E47 を仮組みしてみたのだ。仮組みしてみた感想はどうでした？まず感じたのは全体的にサクッと組める非常にバランスの良いキットだという点なのだ。作業中のストレスも少なく外形も今の目線で見ても十分通用する内容だと感じたのだ。組みやすいとなると初心者にも良さそうですね。基本的にはおすすめしやすい内容なんだけどエッチングパーツが付属している点だけは少し注意が必要かなと感じたのだ。特にクリアパーツへの接着は難易度が上がるのでここは慣れていないと少し戸惑うかもしれないのだ。それ以外は問題なさそうですね。パーツの合いはどうでしたか？全体的なパーツの合いは良好。さすがに最新キットのような精度とまではいかないけど当時のキットとしてはかなり優秀な部類だと感じたのだ。大きな修正を強いられる場面も少なく安心して組める印象なのだ。先人たちの意見でよく上がるポイントはどこでしょう？よく言われているのは操縦席がやや簡素な点やビベット表現が控えめなところ、あとは足回りのディテールが少しあっさりしているといったところかな。今のキットと比べるという話になりそうですね。そういう前提にはなるけどこのキット自体は中古でもよく見かけるキットなので気軽にエミールを組みたい場合には選択肢としてしっかり残っているキットなのだ。限定デカールでバリエーションが多いのも良いところですね。そうなのだ。国内だと後発のタミヤ版画より精密で完成度も高いけど海外まで含めるとエデュアルド製がディテール面ではさらに評価が高いという感じかな。とはいえこのキットにもちゃんと立ち位置はありますね。価格を抑えつつ組みやすさと外形の良さを両立しているので気軽に楽しめるエミールとしては今でも十分魅力のあるキットだと感じたのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。
ではバイバイ。